嘆かわしいな。元を取ろうとしているだけ。名声も金もあいつらが持っていくんだ。宴会の料理くらい。お主ではない。見よ、このありさま。確かに。酔いつぶれたかね。幕屋の中でお休みください。トータクってやつは見たか？いいえ。連中の隊だけ何か言いようだ。戦は終わったっていうのに、これから本番の戦を控えてるようだぜ。茶番は終わり。これから忙しくなりそうだ。トータク様。何事か。帝が崩御されたとのことです。ふん。待ちわびたぞ。領州より本隊を呼び寄せ、静粛に、そして速やかにだ。はっは。乱は終わっちまった。これからは稼げる金よりも兵をとどめておく金の方がかかりそうだな。戦線はしばらく維持する必要がありましょう。そいつをするのは官軍だろう。仕事を取っちゃ悪いって。戦は終わり。手柄はみんなあの曹操に取られた。いただけるものいただいたらとっとと帰ろう。そうだな。悲しいものだな。私は人の手柄を奪ったりはしないぞ。手柄など勝手にやってくるからな。そうそう。曹操殿、こたびの奮戦、誠にお見事でありました。私のもとに来る気になったか？
何を。時に劉備殿、なんだい、関羽を嫁にでも欲しいってかい？良き夫婦となりて生涯添い遂げましょう。お戯れはおやめください。この場合は嫁はうちの関羽かな。どう思う銀河よ。私が嫁でも一向に構わぬがな。ところで劉備殿、益州に帰られる気か？ああ、ここにいても金ばっかりかかるからな。もう少し踏みとどまってみてはいかがかな。その心は何だい？面白いものが見れる。そいつは何だい？黄金族討伐軍に新たなる司令官として袁紹殿という方が着任される。今頃になってかい？手柄を独り占めにするつもり？いささか腑に落ちんぜ。まあ袁紹殿本人の意思というよりは袁紹殿に取り入ろうとする者たちの計らいであろう。袁紹殿、袁家のお方か。袁家？使徒、司空、大尉、三公と呼ばれる行政の最高位に位置する3つの官職を4代にわたって輩出した名門中の名門袁家。袁紹殿はそのご子女にあらせられる。それほど重要なお方に指揮をいただけるのだ。なんとも光栄なことではないか。ま、ご尊厳を拝すだけでも悪くはあるまい。そりゃあすげえ話だが、曹操さんよ、それだけじゃねえよな。宴席で我が主の杯を受けなかった奴がただ一人だけいる。確かにあそこだけ勝利による士官がなかった。劉備殿、良い部下と良い鼻をお持ちだな。董卓さんかい。いきなり軍を引き上げたと思ったが。兵は減らさず、注目は我らと劉備隊に集め、じっくりと時を伺っていたのだろう。時だって？心身を休めておくといい、劉備殿。これより起こる事態は汝らの想像を絶しているかもしれん。何が起こるというのだ。いや、何を起こそうとしているのか、曹操殿。戦が始まるのだ。農兵を撃つのみのまがいの戦ではない。本当の戦だ。
大将軍家臣か。か皇后と謀って帝位を我が物にせんとした大逆の罪により死を授ける。我が兵どもよく狙え。眉間を貫いた者に褒美をくれてやる。家臣よ、お前の送った勅命はこの私が余さず果たしてやろう。漢朝400年の汚辱は注がねばならん。地獄に行くがいい。うるさい。眠れんだろ。よくとく皇帝が崩御された。それだけじゃねえ。落葉が制圧されたって？家臣殿は宦官誅滅の密命を董卓に下したらしい。董卓は誰にもはばかれることなく洛陽に入ったのだ。やっぱりあの野郎か。バカが自分からとんでもないやつを呼び寄せちまったってことかよ。黄巾の乱は艦長の乱れが下から現れたに過ぎなかった。ってことは今度は天の方から崩れてくるってわけ？いやいや、この混乱時に赴任される総司令殿も大変だな。黄金族の残党を買って点数稼ぎでもといったところがとんだありさまよな。人事ではないぞ猛毒。候補数、朱春、盧植の三将軍も行方が知れぬ。官軍の統帥はすでに失われているのだぞ。そうか。では官軍の全権はひとまず袁紹殿が握られるということになる。これは面白い。
円家のご子女の見事な式ぶりが間近に拝見できるということだな。しかし黄金との戦では使い物にならなかった董卓はどうして見事な転身ぶりではないか。書こうと。お前の判断は一面の真理だ。真理はわかるが一面とは何だ。董卓という男からはなぜか武の匂いがしてこない。ああ、やはり戦下手ではないか。にもかかわらずあの男は恐ろしく強い。手を抜いていたと。猛徳、お前は奴の反乱を。官軍の崩壊を寸前で防いだ上で円家をこの戦いに引っ張り込む、それがお前の狙いだったのか。袁紹を司令官に推薦したのもあれならば組みしやすいと。袁紹殿の器量を見くびるものではない。あのお方はこの私の器など飲み込んでしまうかもしれんぞ。そう猛徳は漢王朝を破壊するつもりなのか。時間は戻らない。だが自ら先んじることはできる。猛徳、お前というやつは。現状私はいかなる悪名でも受け入れるつもりだ。それが私がランスに生を受けた意味なのだから。ならば猛徳、俺はお前という怪物の牙だ。